予期せぬ攻撃の日、1973年のヨムキプールの日、イスラエルは突如としてアラブ諸国からの攻撃を受けました。これが第4次中東戦争の火蓋を切った瞬間です。アラブ諸国は1967年の第3次中東戦争での敗北と失地回復の意思を胸に、秘密裏に攻撃の準備を進めていました。彼らはこの日を選ぶことで、イスラエルが最も警戒を緩めている時を狙ったのです。この攻撃は、エジプトとシリアが主導し、シナイ半島やゴラン高原で同時に展開されました。イスラエル軍は完全に奇襲を受け、一時的には大きく後退を余儀なくされました。この予期せぬ攻撃の日は、中東の歴史において重要な転換点となり、戦争の激化を招くことになりました。動画の途中ですが、チャンネル登録、評価をいただけましたら嬉しいです。イスラエルとアラブ諸国の力の均衡。第4次中東戦争は、イスラエルとアラブ諸国間の力の均衡を試す試金石となりました。イスラエルは軍事的には強力で、前の戦争での勝利が自信を与えていました。一方、アラブ諸国は数と意志で勝る結束を見せ、戦況を変えるための大規模な努力をしていました。エジプトはシナイ半島での攻勢を強化し、シリアはゴラン高原でイスラエルに圧力をかけました。これにより、イスラエル軍は多方面での戦闘を強いられることになりました。この戦争は、イスラエルとアラブ諸国の間の緊張関係を再燃させ、地域全体のパワーバランスに大きな影響を与えました。国際社会の反応と影響。第4次中東戦争は、国際社会に大きな衝撃を与え、多国間の関係に新たな動きをもたらしました。アメリカとソビエト連邦は、それぞれイスラエルとアラブ諸国を支援し、冷戦時代の緊張が、この地域の衝突に影響を与えました。また、オイルショックを引き起こし、世界経済に大きな影響を及ぼしました。戦争中、アラブ石油輸出国機構は、イスラエルを支援する国々に対する石油禁輸を決定し、石油価格は急騰しました。この措置は、エネルギー危機を引き起こし、世界中の経済に打撃を与えました。この戦争はただの地域紛争にとどまらず、国際政治や経済に長期にわたる影響を及ぼしたのです。シナイ半島の戦い。シナイ半島での戦いは、第4次中東戦争において、最も熾烈な地上戦の一つであり、エジプト軍とイスラエル軍の間で激しい戦闘が繰り広げられました。エジプト軍はシナイ半島を奪回することを最優先目標とし、大規模な軍を投入してイスラエルの防衛線を突破しようとしました。イスラエルは戦略的要地を守るために激しい抵抗を見せました。エジプト軍はスエズ運河を越えて進軍し、イスラエル軍と数日にわたって戦闘を展開しました。この地域では両軍ともに多数の戦車や兵員を投入し、地域の支配権をめぐる激しい戦闘が行われました。シナイ半島の戦いは、戦争の初期段階での重要な局面であり、この地域での支配権が戦争の結果に大きな影響を与えました。ゴラン高原での激戦。ゴラン高原での戦闘は、イスラエルとシリア間で発生し、この戦争におけるもう一つの重要な戦場となりました。シリア軍はゴラン高原を奪回するために、大規模な軍事作戦を展開し、イスラエル軍はこの戦略的要地を守るために、激しい戦いを強いられました。この地域の地形は戦闘に大きな影響を与え、両軍にとって大きな挑戦となりました。シリア軍は戦争初日にゴラン高原に大規模な攻勢をかけ、イスラエル軍は防衛ラインを維持するために苦戦を強いられました。両軍は戦車や砲兵を駆使して激しい戦闘を展開しました。ゴラン高原での戦いは戦争の行方を左右する重要な局面であり、この地での勝敗が戦争全体の結果に影響を及ぼしました。海と空の戦闘。第4次中東戦争では、海と空の戦闘も極めて重要であり、イスラエルとアラブ諸国間での激しい対決が見られました。戦争の勃発と同時に、イスラエル空軍とアラブ諸国の空軍は、制空権をめぐって激しい戦いを展開しました。また、地中海ではイスラエル海軍とアラブ諸国の海軍が対決し、戦略的な海上ルートの制御を試みました。イスラエル空軍は、優れた戦術と技術でアラブ諸国の航空基地や防空システムを攻撃し、初期の段階で空の優位を確立しようとしました。一方、海上では
エジプト海軍とイスラエル海軍が数回にわたる海戦を行いました。海と空の戦闘は戦争全体の戦略に重要な影響を与え、制空権と海上封鎖の確立が両軍の戦力に大きな影響を及ぼしました。アメリカとソビエト連邦の役割。第4次中東戦争では、アメリカとソビエト連邦が重要な役割を果たし、冷戦時代の代理戦争の側面が強調されました。アメリカはイスラエルの主要な支援国として、軍事的経済的援助を提供しました。ソビエト連邦はアラブ諸国、特にエジプトとシリアに対し、武器供給と軍事顧問を派遣して支援しました。戦争期間中、アメリカはイスラエルに対して大規模な空輸作戦を実施し、武器や補給品を供給しました。一方、ソビエト連邦はアラブ諸国に最新鋭の戦闘機や戦車を提供し、彼らの軍事能力を強化しました。この2大国の介入は、戦争の規模と持続性を増大させ、中東地域の緊張を国際的なレベルに拡大しました。石油の武器オイルショック。第4次中東戦争は、石油を戦略的な武器として使った最初の明確な事例であり、オイルショックを引き起こしました。アラブ石油輸出国機構 OPEC は、イスラエルを支持する国々に対する圧力として、石油禁輸を実施しました。この決定は、世界の石油供給に大きな打撃を与え、エネルギー価格の急騰をもたらしました。1973年10月、OPEC は石油の生産量を削減し、石油価格は数ヶ月で4倍に跳ね上がりました。これにより、世界中で経済危機が引き起こされ、特に石油依存度の高い国々で深刻な影響が見られました。このオイルショックは、石油が単なるエネルギー源以上の政治的経済的な影響力を持つことを世界に示し、今後の国際政治において、石油が重要な要素となることを確認しました。和平への道のり。第4次中東戦争後、和平に向けた道のりは困難であったものの、地域の安定と国際関係の改善に向けた重要なステップが踏まれました。戦争の終結は、アメリカとソビエト連邦の仲介による停戦合意によって実現されました。これは、イスラエルとアラブ諸国間の直接交渉の道を開くきっかけとなりました。1978年のキャンプデービッド合意や、1979年のエジプトとイスラエルとの平和条約は、この戦争の直接的な結果であり、アラブ世界とイスラエルの間での歴史的な和平の始まりを示しました。第4次中東戦争は、中東地域における平和プロセスの重要性を強調し、長期的な和平と安定を目指すための新たな動きを促しました。戦争が残した傷跡。第4次中東戦争は、深い傷跡を残し、多くの人々に長期にわたる影響を及ぼしました。戦争は数千の命を奪い、多くの家族が家を失いました。心理的なトラウマも深く、戦争体験は両国の人々の記憶に深く刻まれています。特にエジプトとシリアの兵士や一般市民は大きな犠牲を払い、多くのイスラエル兵も命を落としました。戦闘で破壊された都市や村は復興が必要とされ、多くの地域で社会経済的な影響が続いています。この戦争の傷跡は、世代を超えて、今日もなお中東の多くの人々の心に影を落としています。地政学的変化と新たなバランス。第4次中東戦争は、中東地域の地政学的なバランスを変え、新たな政治的軍事的な現実を生み出しました。戦争の結果、エジプトとイスラエルの間では、一定の和平が成立し、エジプトは、アラブ諸国の中で、イスラエルと和平を結んだ最初の国となりました。また、この戦争は、アラブ諸国内部の力の再配分を促しました。エジプトのアンワル・サダト大統領は、和平条約を通じて、イスラエルとの関係を正常化しましたが、これはアラブ世界内部での大きな論争を引き起こしました。一方、シリアやその他のアラブ国家は、イスラエルに対する硬化した姿勢を維持しました。この戦争は中東地域における長期的な政治的及び戦略的な変化を促し、地域のパワーダイナミクスに影響を与え続けています。イスラエルとアラブ諸国の今後の関係。第4次中東戦争後のイスラエルとアラブ諸国の関係は和平、緊張、そして潜在的な対話の間で揺れ動いています。戦争は一部で和平プロセスを促進しましたが、同時に深い不信感と未解決の問題を残し、今日に至るまで地域の安定性と発展に挑戦しています。
イスラエルとエジプトの間では比較的安定した和平が維持されていますが、パレスチナ問題やシリアとのゴラン高原をめぐる対立は依然として解決されていません。また、イランの地域的野心やその他のアラブ国家との関係も緊張を高めています。将来のイスラエルとアラブ諸国の関係は国際的な協力と地域的な取り組みに大きく依存し、持続的な平和への希望と挑戦が共存しています。第4次中東戦争の教訓。第4次中東戦争は予期せぬ攻撃の可能性、平和維持の脆弱性、そして国際関係の複雑さに関する重要な教訓を提供します。この戦争は予想外の時期に発生したことで国家の警戒心の重要性と準備の必要性を示しました。また、平和は常に確実なものではなく、持続的な努力と交渉が必要であることを教えています。ヨム・キプール戦争としても知られるこの戦争は、宗教的な重要実に開始されたため、イスラエルを含む多くの国々がその準備状態と情報収集の甘さを痛感しました。戦争後、イスラエルはその軍事戦略と情報収集を大幅に見直しました。第4次中東戦争は、適切な警戒と準備の欠如がいかに重大な結果を招くか、そして和平は維持されなければならない脆弱な状態であることを示しています。長期的な平和への影響。第4次中東戦争は、中東地域での長期的な平和と安定を築くための取り組みに重要な影響を与えました。この戦争の結果としての和平プロセスは、中東の諸国間での対話の開始と関係構築の契機となりました。これは地域の長期的な平和への道を開いたとも評価されています。エジプトとイスラエル間の和平条約は、第4次中東戦争の直接的な成果であり、他のアラブ諸国とイスラエルとの関係改善に道を開く先駆的なものでした。このプロセスは、長期的な平和を目指す上での重要なステップとみなされています。第4次中東戦争は、中東における持続可能な平和を実現するための努力と課題を明確に示しています。現代における戦争の記憶と教訓。第4次中東戦争の記憶と教訓は、現代の政治的社会的環境においても非常に重要です。この戦争の経験は、現代の国際関係、特に中東地域の安全保障と政治的安定に影響を与え続けています。過去の衝突から学ぶことは、現在及び将来の対立を防ぐための重要な手がかりとなります。第4次中東戦争の教訓は、イスラエルとパレスチナを含む中東諸国間の現在の緊張関係に対する理解を深め、平和構築のための政策策定に役立っています。この戦争を通じて得られた洞察は、対話と和解の促進に重要な役割を果たしています。第4次中東戦争は、過去の出来事が現代に与える影響の理解を深め、未来の平和構築に向けた教訓を提供しています。